高円寺や下北沢でショッピングを楽しむヘリン。最近ハマっているという日本語がいくらなんでも尊すぎる。さらに民事も家族旅行で東京に、日本の地下鉄に乗る姿も、ニュージーンズが東京を練り歩く。K-POP アイドルの中でも猫顔代表と言われるほど大きな猫目とそのミステリアスで神秘的な美貌を持ち、ニュージーンズのビジュアル担当のヘリン。そんなヘリンが実は昨年の夏に日本にプライベート旅行に来ていたことが明らかに。今回はヘリンの日本散歩の様子や最近ヘリンがハマっている日本語などをご紹介していきます。早速見ていきましょう。昨年12月15日にニュージーンズ公式 YouTube チャンネルにてメンバーたちによる Vlog スタイルの人気コンテンツ About Jeans の新エピソードが更新されました。この回では休暇を利用して家族と東京にやってきたヘリンがカメラを回しています。観光初日、朝からカメラ片手にコーデを紹介し書店に行ってみたいと語るヘリン。1日目の準備完了と準備万端の様子と思いきやその日の撮影を忘れてしまうというまさかの大失態。代わりに何気ない住宅街に佇んでいる写真を載せてくれました。気を取り直して2日目の朝、何事もなかったかのように前日に買ったバッグとヘアクリップを紹介。この日はヴィンテージショップを回る予定だそう。タクシーに乗ってヘリンがやってきたのは高円寺。なんとマスクや帽子などで顔を隠すこともなく堂々と高円寺の通りを散策しています。路地裏の小さなお店を巡って気に入ったものをたくさん買えたようです。その後ホテルに戻るためタクシーを捕まえようとするヘリン。タクシー来てくださいとつぶやきながらまたも人通りの多い駅前で堂々としています。これだけ平然としていたら逆にバレないものなのかもしれませんね。そして東京旅行3日目、セットアップとキャップでコーディネートしたヘリンは、今日も元気に歩き回りたいと思いますとまだまだ元気な様子。この日は下北沢へと向かいました。先日に引き続きヴィンテージ雑貨や服をお目当てに下北沢を探索するヘリンですが、一つ気づいたことがあるようです。それは道にたくさん草が生えている。独特の着眼点がヘリンらしくて可愛い。そしてメンバーへのお土産も下北沢で探すことにしたヘリン。ちなみにダニエルにはちゃんと育ててくれそうという理由で観葉植物を先に買っていたそうです。それにしても高円寺といい下北沢といい、ヘリンは少しサブカル的な街やアイテムが好きなようですね。以上でヘリンの東京旅行は終了。忙しい日常から離れて日本でゆっくりと過ごせたようでよかったです。家族旅行で日本に来てくれるとか嬉しすぎる。どんどん来てくれ。ヘリンが高円寺歩いてるのすごい。日本来てくれてありがとう。Vlog なのに撮影し忘れるところとかも好きすぎる。ヘリンが東京を楽しんでくれてるだけでとても嬉しい。日本の街を歩くヘリンずっと見てられる。にしてもこの美しいお顔を一切隠さずにヘリンが日本を東京を練り歩いていたなんて言葉にできない。日本での旅行を満喫したヘリンですが、最近覚えた日本語がめちゃくちゃ可愛いんです。先日デビュー時以来の1年半ぶりのソロ配信を行ったヘリン。最近ハマっているという日本語を披露しました。それは〇〇になっちゃったという表現。この発音が面白くてダニエルと一緒にハマっているそう。韓国語でほにゃららのような意味のももももと合わせてももももになっちゃったと繰り返すヘリンが尊すぎて無意識に口角が上がって絶対ににやけてるバニーズ。バレてるからね。ヘリンがこの日本語を覚えたのは板ガムの CM 撮影で板ガムになっちゃったというセリフを言ったのがきっかけのようです。ロッテさんありがとうございます。ヘリンってもうガチであまりにも可愛すぎて腰抜かす。ももももになっちゃったんだね。何この可愛すぎるの。実はヘリンの他に民事も家族と共に東京に旅行に訪れていたようです。昨年12月26日にアップされた About Jeans にてその様子が公開されています。日本に到着した民事、ホテルで服を着替えて最初に向かったのはレストラン。注文したのはとんかつ。初めてとんかつを食べたという民事ですが、どうやら気に入ってくれたようです。続いて渋谷へショッピングに行くと話す民事ですが、なんと渋谷へは地下鉄に乗って向かったようです。
民事が普通に日本の電車に乗ってるのやばすぎる。帽子を買ったり渋谷スカイで夜景を眺めたりと渋谷を満喫した民事。普段の Vlog はメンバーと一緒に撮影しているため一人でカメラを回すのは緊張していましたが、無事に初日を楽しめたようでよかったです。東京旅行2日目は新宿へ行くようです。前日の日本散歩を振り返って民事は、日本で歩いていてそんなに気づいてもらえると思っていなかったんですが、結構皆さん気づいてくださって、ヒヒはやばい。どうやら日本のファンが民事に気づいてくれて嬉しかったようです。そりゃこんな天女が歩いてたら気づくよ。そして移動はやはり地下鉄。普段ステージ上での姿に見慣れていることもあり、何気ない電車の中にいるとその美しさが際立っています。新宿に到着し、まずは初めての日本のラーメンを堪能。そしてヘリンと同様、顔を隠すこともなく新宿を散策する民事。家族の先頭に立って悠々と歩いていましたが、不意に立ち止まって「道がわからない」と告白。その後の笑顔が尊い。東京旅行最終日、この日はあいにくの雨模様でしたが、銀座に寄ってから空港に向かうようです。そして日本での最後の食事に民事が選んだのはまたもとんかつ定食。どうやらかなりハマってくれたようですね。帰りの飛行機に乗るため空港にやってきた民事ですが、ショッピングに夢中になりすぎて搭乗時間ギリギリになってしまいました。急いでゲートへ向かう民事。なんとか間に合うことができました。とんかつで始まりとんかつで終わった民事の東京旅行。家族と共に東京での休暇を楽しめたようでよかったです。民事ちゃんまた日本に絶対遊びに来てね。可愛すぎる。民事が大門にいる世界線。日本に来てくれてありがとう。外見クールなのに意外と可愛いのがギャップ萌えでキュンし、民事可愛すぎんか。ニュージーンズの来日といえば、日本のファンの間で最も話題になったのは昨年の夏のこと。ニュージーンズは国内最大級の音楽フェスであるサマソニに出演し、多くのファンを魅了しました。サマソニへの出演を無事に終えたメンバーたちは、その後日本で観光する様子を SNS で続々とアップしファンから注目を集めました。その様子の一部が昨年11月に公開されたアバウトジーンズに収められています。サマソニ公演終了後メンバーたちがやってきたのは中目黒にあるジョンズアイスクリーム。ここは自分好みにジェラートをデコレーションできるお店で、メンバーたちも思い思いのトッピングで楽しんだようです。その後は目黒川を散策したニュージーンズのメンバーたち。他にも中目黒のとんかつ屋さん、富士急や代官山の蔦屋書店などにも訪れ東京観光を満喫したようです。サマソニで初めてニュージーンズを見て好きになりました。日本に来てくれてありがとう天使たちティーティー。東京で一杯楽しい思い出作ってくれてたら嬉しいです。推したちが見慣れた風景を歩いている姿って本当に嬉しい気持ちになりますよね。にしてもヘリンや民事が美しいお顔を隠さなくても日本散歩が楽しめるイルペンのマナーにも感謝したいです。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。